もしかしたら舞台編成の常識が変わるかもしれません。本日も先行サーバーからシーズン4の情報をお届けします。新しく実装された戦術カードの紹介です。今回新しく職業ホールに実装された戦術カード。戦術カードというのはシーズン4の2日目に開放される新しいコンテンツです。毎日ゾンビ退治などをすることによりカードパックが手に入り、開封したカードをここに合計10枚までセットして強くなれる、そんな要素になっています。カードのレアリティはすべてで4種類。ざっと見たところ UR、それから SSR のこの2種を主に使っていくことになりそうです。最初の頃はカードが少ないので SR、R のカードも使うことになりそうですが、いずれは素材になるでしょうね。セットできるカードはすべてで10枚になっています。真ん中の大きい枠、ここにコアカードと呼ばれる最も強力なカードがはまります。上の4つ、まだロックがかかっているところもありますが、バトルカード、戦闘に役に立つカードがはまるところです。下の4つ、リソースカードが4枚はまります。主に資源の生産量を上げたりする便利なカードが多くあります。現状、これらのカードを入手するためには、特別な戦術カードのスキルを発動する、または一定時間内にゾンビを倒すといったことでカードが手に入るようです。ここの表記を見る限り、毎日もらえるカードの数には上限があるみたいですね。今のところストアにカードパックの商品は並んでいないのですが、もしかしたら今後カードパックの商品がストアの中でも購入可能になるかもしれません。早速カードの性能を見てみましょう。まずは真ん中に2つはめることができるコアカードの紹介です。コアカードには UR レアのものしか存在していません。基礎効果、はめているだけで効果があるものと、あとは職業スキルのようにポチッと発動させる戦術スキルの2つを持っているようです。おそらくですがこのページに載ってる効果は最大に強くなった時の効果っぽいですね。基礎効果が対人戦の時に自分が防衛側である場合、英雄の体力、攻撃力、防御力すべてを 10% 引き上げるというなかなかイカれた化け物性能を有しています。こんなのが2つもはめられるっていうことはだいぶ世界変わりそうですよね。そして職業スキルのように一定のクール時間があって使える戦術スキル。このカードの場合はスキル使用後180秒間兵士訓練の所要時間が 24% 短縮するといった防衛大臣のような効果を有しています。ただこれもどうやらレベル6の時の効果のようでして、おそらく獲得時はレベル1なので何らかの強化を入れていってようやくこの性能になるみたいです。他のカードも紹介しましょう。戦闘強式強化。基礎効果は対人戦の時攻撃側の場合英雄の防御攻撃体力を上げる効果です。戦術スキルが戦闘強式強化ということで、世界マップで戦いに勝った後、部隊の兵士の士気を 6% 増加させる最大5回までスタック可能ということで、多分最大状態で使うと 30% まで士気が上がるんですかね。これはあれですか、放置基地とかを攻撃しても上がるんですかね。一発だけとんでもなく強い攻撃を打ち込むのに使えそうです。コアカードは収穫者迅速採取。基礎効果はどのコアカードも似たような感じですね。防衛または攻撃時の英雄のステータスアップ。戦術スキルがスキルを使うと選択した目標の採取ポイントの残り資源を 100% の報酬をすぐに得ることができる。エンジニアの瞬時採取みたいな感じですかね。結構サポート寄りですね、このカードは。悪魔狩り、怪物狩り。基礎効果、対モンスターの被ダメージが減少する。戦術スキル、180秒間、PVE と書いているので、対モンスター戦のことですね。耐性が250増加。対モンスターの被ダメージが 20% 軽減。耐性というのは、ウイルス耐性とかそういうことですかね。
これ持ってるかどうかで、シーズンの拠点のクリアスピードは随分変わりそうな感じがしますね。大丈夫か？はい、これが UR のコアカードですね。特定のカードパックからしか出現しないし、結構出現率も厳しいです。カードパック SR から 2% 出現。SSR からは 5% 出現といったところですね。日頃ゾンビを退治して手に入るカードパックレアからは UR のコアカードが出ることはないみたいです。現状登場しているコアカードの効果一覧はこんな感じになってますので、気になる方はストップして見てみてください。続いて4枚はめられるバトルカードの紹介です。バトルカードはおそらくこの紫色の SSR カードをはめて使っていくことになるでしょう。こういった種類があって、この中から4枚選んではめるのですから、これ膨大な選択肢の数になりそうですね。これらのカードの効果なかなかに面白いので、早速見てみましょう。バトルカード失踪者征服行軍。私ですね、こちら先行サーバーの方で1枚引くことができました。基礎効果指揮官への行軍速度上昇。22.5% レベル1の状態で速くなります。私、防御工事とか白攻めとか一生懸命上げて 10% 早くして喜んでたんですけれども、ね。そんな私にごめんなさいしてほしいぐらいめっちゃ上がりますね、行軍速度。で、その下、ランダム効果というところが、これがまた面白いんですが、かなり沼要素になっています。私が所持しているこのカードについているのは、行軍速度、防衛協力時という効果と、航空機英雄の防御力が増加するといった2つの効果がついています。まず、この効果、何が効果として選ばれるのかというのは、これランダムに決まっている運要素です。カードを開封するたびに、特定の効果の中からランダムに選ばれます。このカードの場合は、ここにずらっと書いてある、これらの効果の中から選定されて効果が決定します。組み合わせによっては超絶壊れカードが爆誕し、時には非常に残念なカードが出来上がりそうです。そして次に気になるのが、この 5.64% とか、ね、2.64% っていう、気持ち悪い波数の上昇率ですよね。なんとこの数字もランダムに決まっています。選ばれる効果の横に、例えばここだと 1.20% から 3.0% の間という風に表記があります。おそらくこの数値の間でどれくらい上昇するのかっていうところが決定するのかと思われます。もしかしたら内部では中間の数値を取りやすくなってるとか、そういう見えない要素があるかもしれませんが、現状不明です。効果によってどれくらいの上がり幅があるかっていうところは変わってますね。はい、察しの言い方は気づかれたと思いますが、このバトルカード、基礎効果がいいもの、そしてランダム効果の発動がいいものっていうところを探し求める強靭、無敵、最強のカードを追い求めようとすると、とんでもなく沼要素であることが容易に想像できますね。もうミスチルもびっくりの終わりなき旅が始まること間違いなしです。これランダム効果、このカードの場合2つついてるじゃないですか。ただバトルカードの説明のところを見ると、ランダム効果2から3個っていう風に書いてるんですよ。これってつまり2個つくこともあれば3個つくこともあるってことですよね。はい。というわけで、3個つくことをまずお祈りして、さらにいい効果がついて、そのパーセンテージも高いみたいな。無理ですね、多分これね。無理だと思います。と、なんとも廃課金の香りがプンプンする SSR バトルカードなんですが、これですね、もう一個衝撃の事実があって、これ遊び方のところに書いてるんですけど、なんとこれ、シーズン終了時に職業経験値に変換されます。ということで、めっちゃいいの引いても、シーズンが終わった時に消えるみたいです。
変換されるのはこのバトルカードとこの後紹介するリソースカードと呼ばれるものです。UR のコアカードは変換されないみたいですが、もしかしたらこれ見ると課金要素はあんまりないのかもしれませんね。そもそも職業ホールの中にスタートしてますし、職業って現状転職カードパックぐらいしか課金要素はないので、もしかしたらこの戦術カードもあんまり課金要素はないかもしれないですね。ただ個人的にはこの行軍速度のカードに、行軍速度ね、防衛協力時だけ書いてますけど、他の効果ではいつでも常時発動の行軍速度みたいなのもあるので、その行軍速度効果のカードばっかり並べて、めっちゃ速く走りたいですよね、戦場を。いや、シーズン4がだいぶ楽しみになってきました。さて、カードの中身の紹介に行ってみましょう。結構ですね、面白いカード多いんですよ。例えばこれ。混合変態。バトルスキル混合変態は、部隊に存在する兵種の数に応じてボーナスがつくと。つまり、染め編成じゃなくて、混ぜまくってる方がボーナスをつけるよっていう効果になってます。戦車、ロケラン、航空、全混ざり編成みたいなのだと、これもし 2% が、かける3兵種で 6% ぐらいかな。兵種ボーナスがついたりするんでしょうね。ついにここに来て、運営も混合編成をちょっと認め出した感じがありますね。それでもボーナスはきつそうですが、4プラス1、4プラス1かな ?4 プラス1、まだすむいか。これがついていると、同じ陣営の英雄を4人出撃させると、全額の陣営ボーナスが得られるっていう風に、ちょっとなんか翻訳下手くそみたいな文章ですが、つまり戦車部隊で一人だけルシウスとか、航空機部隊で一人だけアダムみたいな、そういう4兵種に1キャラだけ別が混じってるよっていう部隊が強くなるカードですね。全国の陣営ボーナスっていうことは、多分その兵種で染めた時と同じボーナスあげるよっていう意味だと思います。ルシウス、アダムといった他の兵種でも活躍するキャラが武装をもらうシーズン4なので、このカードはかなり使い勝手は良さそうですね。逆に染める人にとっては一切いらないカードですね。優位逆転、よだめ像。相性が不利な相手と当たった時に与えるダメージが増える効果。優位、烈意か。ごめんなさい。さっきも烈意だったかな。烈意逆転、火ダメ減。基礎効果は相性不利な相手と戦った時に、火ダメージをカットする効果。こっちの方が強そうですね。戦闘強、バンプ不当。士気低下のステータス低下効果が軽減される。これちょっとやばそうな雰囲気を醸し出してますね。世界マップでの戦いで廃課金税を抜くことが無理ゲーになりそうな感じがします。ちなみにバトルカードにはシンプルなこの SSR の介護官にあたる SR、それからレアカードが存在しています。リソースカードを言ってみましょう。基本はですね、バトルカードと同じです。基礎効果プラス2個から3個つくランダム効果。ただし、ランダムの効果が研究速度アップとか、訓練コスト軽減みたいな別の効果がつくようになってます。いいですね。見てください、これ。食料生産量増加。金貨生産量増加もある。保管量増加もある。これは外れですね。他がめっちゃいいの引いたけど、1個だけ保管量ついたみたいな、そういう悲しいことも起こるんでしょうね。薬代節約、兵士の治療に必要な資源量の減少。戦闘強、秘宝稼ぎ。世界マップで戦闘中、部隊が連続して3回勝利するということは、これは放置記事でもいいのかな？戦術カードパックを1個獲得する。重要ですね。一定の採取をすると戦術カードパックレアを2個獲得する。これもかなり重要ですね。シーズン中は毎日一定量のカードパック。だからここですね。今の子がこれですね。毎日上限があって20個まで獲得できる戦術カード。でこれ毎日取っていく日課になると思うので、さっきのカードをセットして、これを獲得していくと。SSR のカードどれくらい引けるか勝負だと思うので、一応レアからは 10% か、
緑のレアカードパックからは 10% で SSR のカード、バトルカード、サポートカード、リソースカードか、出るみたいなので、これをどれだけ引けるかですね。シーズン終わったら募集なんですけどね。バトルスキル同様、介護官の SR、それから R のカードは存在します。はい。というわけで今回は、シーズン4の最新情報、戦術カードの紹介でした。まだですね、私のシーズンにはこの戦術カード来てないので、やってきたらいろいろ使ってみてですね、どれが強いよとか紹介できればと思っています。今後ともラストウォーの最新情報、それから攻略情報をお探しの方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお忘れなく次の動画にお進みください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。